今日は横長のバッグを作っていきます。とてもシンプルに作っていくんですが、とても可愛い形に出来上がります。よかったら作ってみてください。私はこの糸を使って編んでいくんですが、最初の鎖の数だけ変えると簡単にサイズの変更ができます。お好きな糸でお好きな色で作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で 40g で40メートル、使用感祝いの目安は8号。この糸を使って編んでいきます。これとこれ2つを1つにして編んでいきます。針は10号。もし編むのがきつかったらもう少し太い針を使って編んでも大丈夫です。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はしっかりとしていて2本一緒にした状態で太さは4ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず底を作ります。底は楕円形にします。最初に鎖を編んでその周りを細編みで編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は鎖を20個編んで底を作っていきます。この鎖の長さは短くしても長くしても大丈夫です。2本一緒にして鎖を編んでいきます。でこの鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。この状態で長さはだいたい21センチ。次は細編みで編んでいきます。でこの底の作り方はこっちで見ると、これがこの鎖、この鎖の両端に細編み3つ、この両端に細編み3つ編みます。でスタートするのはここから編んで、最後にこの細編みを編みます。ここからスタートします。で細編みをするので鎖1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。かぎ針から1、2、2つ目に細編み。これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。で同じところにもう一つ1つに2つ、この状態になりました。ここからまっすぐ編んでいきます。1つの鎖に1つずつ。まず隣、次もこのまま一つに一つの細編みで端の手前まで編んでいきます。端の手前まで編んできました。一番端の鎖には細編み3つ。こっちで見るとこの部分1、2、3
まずこの鎖に3つ、1つ目、1つ目、同じところに2つ目、この2つ目を編むときにこの糸足を向こうに寄せておきます。でこの状態で2つ目、次は3つ目で、今度はこの糸足を手前に持ってきます。で3つ目、これで端の鎖に3つ、次からまたまっすぐ編んでいきます。まずこの3つ入れた隣、この糸足は編みくるんでいきます。次もこのままこのスタートした手前まで編んでいきます。一周してスタートしたところまで来ました。このマーカーをつけた最初の細編み、このマーカーが入っているところが端の鎖、この細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、こっちで見るとこの細編み、ここにこれで一つの鎖に細編み3つで、こっちも3つで楕円形になりました。最初の細編みに引き抜きます。これが1周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。これは引き抜いた糸で細編みではありません。後で見やすいようにマーカーをつけておきます。このかぎ針のすぐ下、次は2周目。2周目はこの細編みのそれぞれに細編み2つ編んでいきます。ぐるっと編んで最後の細編みに2つ、これで楕円形を作ります。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。マーカーをつけておきます。で、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、次の細編みにも2つ、まず1つ目、2つ目、これでカーブができました。次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。で、このまま細編みを続けて、この端の3つ、1つに3つ編んだところ、ここに2つ、2つ、2つ、ここに2つずつで、またまっすぐでここまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。マーカーの
手前は最後の細編み、最後の細編みに細編み2つ、まず1つ目、次は2つ目、同じところ、でここは引き抜いた糸なので細編みをしないで最初の細編みに引き抜きます。これで楕円形ができました。次は3周目。3周目はこの2つに細編み3つにします。2つを3つなのでこの細編み1つに1つ、どちらかを2つ、こっちも同じ1つ2つで3つにします。でこっちも同じと1、2、1、2、1、2、どちらを2つにしても大丈夫です。でくるっと編んで最後も同じこの2つを3つにします。これが3周目。まず今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。鎖1つと根元に細編み1つ、これが1つ目。次の細編みに2つ、1、2、これで3つになりました。次もこの2つを3つにします。1、2、1、2、これでカーブができました。次から1つずつこのまままっすぐ編んで、こっちはこの2つに3つ、この2つに3つ、この2つに3つでカーブを作ります。まっすぐ編んでこのマーカーの2つ手前まで1、2、3、ここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。今足元を見ると細編み2つ、この2つを3つにします。まず1つ目、2つ目、3つ目で、このマーカーは外して最初の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は側面を編んでいきます。側面はまず鎖1つ、根元に細編み、1つ目にマーカー、ここから1つに1つの細編みをしていきます。隣に細編み1つ、次も1つ、次も1つ、でこのままこのカーブのところでも全部1つに1つずつでここまで戻ってきます。
側面の1周目を編んできました。このマーカーの手前が最後の細編み。これは引き抜いた糸、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は2周目。2周目は裏返してこの裏を手前にして編んでいきます。まず鎖1つ、ここから細編みをしていきます。まずこのマーカーをつけた引き抜いた糸、ここに細編み。このマーカーは慣れたらつけなくても大丈夫です。ここに細編み1つ、これが1つ目。これも慣れたらつけなくても大丈夫です。次も全部1つに1つ。こんな模様になります。このまま1つに1つずつここまで編んでいきます。側面の2周目を編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次は3周目。鎖、これが引き抜いた糸。3周目、鎖1つ、裏返します。また表を手前にして編んでいきます。で、今引き抜いた糸、この糸に細編み。次もこれで1周します。最初の細編みに引き抜いて、また裏返してこの向きに編んでいきます。これを繰り返してしばらく編んでいきます。側面を15センチ編んできました。段数は16段。次はハンドルを作ります。まず底を見て整えて脇にマーカーをつけます。この細編みの数を数えて、こっちも数えて同じ数になるようにします。で、脇につけて、次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。マーカーをつけてみて、好みの位置にマーカーをつけます。で、また長さと数を数えて均等になるようにします。こっちも同じ。マーカーをつけました。私はこの長さ、マーカーとマーカーの間は11センチ、脇は6センチ、こっちも同じ。細編みの数は12、ここは6個。このマーカーとマーカーの間が6個。これぐらいでしていきます。こっちもつけて、こっちとこっちは同じ細編みの数になっています。糸が出ているところから続けて編んでいきます。この脇につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。次から鎖を編んで細編みをしていきます。まず細編みから表から編んでいきます。まず鎖1つ細編みをしていきます。根元に細編み、
れが1つ目。次も細編み。次はマーカーのところにも細編みをします。次から鎖1つ、この鎖にマーカーをつけておきます。ここは後で小さくなって編みにくくなるのでマーカーをつけておくと便利です。次は2つ目の鎖、3つ目、4つ目、作りたい長さまで鎖を編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。鎖を編んできました。長さはだいたい16センチ。鎖の数は15。これは短めです。お好みで長くしても大丈夫です。ねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。ねじれていないか確かめてからマーカーのところにつなぎます。この時はこっちが鎖、こっちが長い糸でマーカーで手前から向こうで細編み、これでつながりました。次から細編み、一つに一つの普通の細編み、このまま細編みをして、ここでまたマーカーのところに細編み、鎖、細編みでスタートしたところ、ここまで鎖を2本編んで細編みスタートしたところまで来ました。でこの1つ目の細編みに引き抜きます。次も細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、ここはまた表で編んでいきます。裏返さないで編んでいきます。鎖の付け根まで来ました。今足元を見ると、ここに普通の細編み1つ、次は鎖の出ている細編み、次は1つ目の鎖、ここから糸を出して、次はこの1つ目の鎖、ここから糸を出して一度に引き抜きます。でカーブを作ります。こことここ、まず糸を出して、次はこの1つ目、マーカーがついています。糸を出して3本、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。で今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つに一つずつ細編み、次も次もこのまま
マーカーの手前まで編んでいきます。反対側まで細編みをしてきました。今足元を見ると、次はマーカーのついた鎖、ここから糸を出します。この最後の鎖、ここから糸を出して、次はここは鎖の出ている細編み、こことここから糸を出します。で、引き抜きます。まずマーカーのついた鎖、糸を出して、次はここ、糸を出して一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からまた一つに一つずつ、で反対側も同じ。ここから糸を出して、次はこの一つ目の鎖、こことここから糸を出して一度に引き抜きます。細編み、こっちはこの最後の鎖、こことここから糸を出して一度に引き抜きます。でここで引き抜いて鎖一つ、また表を上にしてここまで編んでいきます。引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。細編みの2周目を編んでいます。今マーカーの手前、ここはマーカーをスキップします。ここは普通の細編み、次はスキップ、編まないで次細編み、次から一つずつ、次もで、ここまで編んだらここでもマーカーのところはスキップ、細編み細編み、反対側も同じ、マーカーのところはスキップ、こっちも同じと編んで、最初のところまでここまで編んでいきます。ハンドル部分に細編み2周編んできました。これがスタートしたところ、最初の細編みに引き抜きます。で次は引き抜き編みをしていきます。この細編みの上に引き抜き編み、このまま隣かぶせて引き抜き編み、この2本の糸の下にマーカーをつけます。でこのまま次かぶせて、次このまま一つに一つずつ引き抜き編みをしていきます。ここもここもここも全部一つに一つずつ、こっちも同じ一つずつ、こっちも同じで一周編んでここまで戻ってきます。引き抜き編みで一周編んできました。これが一つ目の引き抜き編み。もう一周編んでいきます。この向こう側一本をすくいます。糸を出してかぶせます。で次も同じ
糸を出してかぶせて、次もこんな感じで引き抜き編みの上に引き抜き編みをしていきます。このまま一周します。くるっと編んでここまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。これが1つ目。最後は針で始末します。最後の引き抜き編みから少し長めに糸を残して、これが1つ目。2本の糸の下、手前から向こうで、元のこの鎖、上から針を入れます。で、裏に出して整えて、あとは裏でほどけないように隠します。行ったり来たりしてしっかりと留めます。最後にこの内側も引き抜き編みしていきます。でスタートするのはここぐらいから始めていきます。で糸を出して隣かぶせます。次はここでかぶせて、次はここ、この段の端で、次はここ、ここは編まないですぐここで、これで編んでいきます。ここまで来たらもう一周、ここと同じように2周します。最後は針で始末します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。で、厚みがあってとてもしっかりとしています。サイズを測りました。上から下まで25センチ、横幅26センチ、この内側は30センチ、使った糸の重さは240グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。